フューチャーマップジャーナル、未来を描き、具体的な行動を促してくれるデジタル手帳として、やりたいことを忘れずに行動していきたい方などにお役に立てればと思い、公開しております。気になる方は、動画詳細欄からダウンロードすることができます。今回は仕事の大枠を決定するマネジメントプランとチェックを説明していきます。このチャンネルでは手帳の使い方や iPad、マインドマップなどのノウハウを説明していますので、チャンネル登録をすることで多くのヒントを得ることができます。マネジメントプランなんですけれども、こちらのプランのタブなんですが、マネジメントプランのページになります。こちらはあなたの組織で5年後の方針入れますか？ 1 年後の方針を入れますか？結構経営方針を適当に捉えている方が多いと私は思います。面倒なこと言ってんなとか、経営方針発表会とかで自己満足的に発表して終わりとなっている企業も多いと私は感じています。そもそも経営方針がないというね、企業も自分で計画を設計してこちらに記載することができます。まずね、こちらのマネジメントプランの内容なんですが、5カ年計画ですね。こちらの部分を書く欄と、あとそしてこの下側は1月から3月までの2022年の計画を書く欄になります。5年計画です。こちらの方は新規開発とかキーワードがあると思いますが、〇〇の売り上げを拡大するとか、効率を改善するとか、新規開発、売上、仕入れ、経費、このようなね、項目をこちらの方に並べていただいて、この5年の目標を書いていきます。経営数値での具体的な金額、仕入れも具体的な金額、そして経費も具体的な金額を記載することをお勧めします。具体的なね、経営数値がわからないっていう方は、別の数値で置き換えて表記して、個人の感覚で左右されない数字という基準でわかるように記載することができます。この5年計画もね、他の方に伝えるにも数値がないとね、目標値が見えないので、同じ目標を持つことができないので、具体的な数値で今ある組織の計画を書いていただいてもよろしいですし、自分で作った計画を書いていただいてもよろしいと思います。そしてこちらの下の部分ですね、未来の5カ年計画の理想像になるために今年は何をするのかっていうことを書き込んでいきます。こちらの方にね、項目を書けるようになっておりまして、売上、仕入れ、経費の項目、さらにいろんなね、項目を追加して具体的な施策を記載して毎月の行動に落としていきます。で、具体的な数値で誰でもね、同じ基準になるように記載しておくことができます。毎月の具体的な行動が書けましたら、今度こちらのスケジュール欄のこの下のですね、今月のテーマっていうところがあります。こちらの方に今月のテーマ、このプランの今月やるべきことの内容を今月のテーマのところに書き込むことができます。具体的にこの To Do の方に落とし込んで、この内容を取り組む日を割り振っていきます。やるべきことを先に仮でどんどん埋めてですね、先に時間の予定を入れてしまうっていうところがポイントだと私は思います。このページを写真形式とか PDF とかにしてチームに配信して毎月1回この内容を確認して達成できたのか達成していないのかどう改善するのかを見直しをかけていくことができます。その時にですね、この5カ年計画もそうですけど、今年の計画もこういった項目ごとに行がわかりやすいように方眼の色を濃い色と薄い色にしておりますので、上の欄を計画にして薄い欄を結果を書き込む。こういった使い方ができるようになっております。こんだけのね、行数じゃ足りないよという方は、一つの欄に計画と結果を書いていただければいいと思います。で、経営計画は Excel や PowerPoint で作成されていることが多いと思いますけれども、そういう方は毎月のね、打ち合わせ、定例会議とか、毎月行う打ち合わせの議事録を
こちらに記載して管理することができます。例えばですね、品質定例会議や月次など記録をここに記載していきます。そうするとですね、この月1回の会議って、こういったスケジュールのところにメモをしても、で、過去のやつを見るのは次のページを開いたりとかして見なきゃいけないんですけど、こういった年間を通じて毎月1回だけ行う議事録の要点をこちらの方に記載していくと、過去の振り返りがすごく容易にできて、以前言ったことができていないとか、やるべきことがすぐにわかるようになります。あとね、こちらの方、マネジメントチェックのページなんですが、白紙じゃんってお思いかもしれないですけど、経営計画の他に毎月確認すべきことってあると思うんですけど、いろいろな人との面談の記録だったりとか、人それぞれの管理すべきことが違うと思います。それぞれのフォーマットがあったりとか、こちらのページは、あえて自由にお使いいただけるように、単純な方眼だけにしております。この年間計画のページっていうのは、皆さん使っていただけるようにはなってるんですが、マネジメントのチェックの方は、チェック漏れが非常に大きな損失を生む可能性もありますし、Excel 等でね、自分に合った管理項目をチェックリストとして、こちらの画像として保存していただければと思います。例えばですね、こういった項目です。組織成長のアイディアリストだったりとか、成長の面談、いろんな方とのね、面談の結果、1年間通じて記載していく欄だったりとか、あとは、クォーターごとの分析ですね。次なる仕事や売上、仕入れ、経費、投資計画や人材計画。こういった分析とかですね。次なるビジネスのアイデアのメモだったりとか、こういうのを貼り付けれるようにしております。そしてね、こういった形で大きくしたり小さくしたりして貼り付けて、いろんなチェックのリストをこちらにまとめて貼れるようにしております。こういったサンプルのフォーマットも用意しておきます。こちらの方はフリーでダウンロードできるようにしておきますので、参考にしたりダウンロードしてお使いいただければと思います。私のノートページ、こちらの方もフォローしていただけると新着情報も見やすくなります。マネジメントプランとマネジメントチェック、こちらの2つのページは年間通じて安定的にマネジメントを行うための計画と記録のページになりますんで、とっても重要なページになります。いろいろ試行して拡張して、よりね、使いやすい手帳として使っていただければなと思っております。次回はですね、こちらの1月から3月までのスケジュール欄になります。こちらの忘れないタスク管理とスケジュールのページの説明をしていきます。では、また。